今回は Next.js をサーバーレスとしてデプロイする方法と、認証に Amazon コグニートを追加する方法をご紹介します。まず、サーバーレスフレームワーク入門でご紹介した状態から環境を作成することにします。Docker ファイルを開きます。AWS ラムダで使用できる Node.js のバージョンは 14X であることを覚えているでしょうか？ブラウザで確認してみましょう。次に AWS Amplify Docs の Next.js 版チュートリアルを参考にご紹介していきます。Amplify CLI をインストールします。Amplify の設定は以前の動画で作成した IAM ユーザーをそのまま使う場合は必要ありません。コマンドパレットからコンテナをリビルドします。次に Next.js のプロジェクトをテンプレートから作成に時間がかかるので少し説明。今回使用するサーバーレスフレームワークは今までのものと少し経路が違います。ブラウザで以下を参照しましょう。このサーバーレス Next.js コンポーネントは AWS ラムダエッジを使用したフル機能を目指したものです。また Next.js と同様にゼロコンフィグを上げています。特徴としてクラウドフォーメーションのリソース制限を受けずにデプロイすることができます。Next.js と同等の機能。SSR はラムダエッジが使用されます。API リクエストもラムダエッジで提供されます。自動プリレンダリング。クライアント資源はビルド資源からクラウドフロントに提供。静的、動的ページは S3 に保存されクラウドフロントへ提供。SSG サポート。画像の最適化。Next インターナショナル Next パッケージでローカリゼーション。ISR をサポート。条件あり。デプロイには、サーバーレスデプロイを実行してはいけません。サーバーレスだけを使ってください。その他、いろいろ機能がありますが調べてみてください。デプロイ後の AWS の構成はこの図のようになります。基本的にクラウドフロントを通して、静的ページは S3 に保存されたページを提供し、動的ページはラムダエッジから提供されます。ラムダエッジが使用されているため低遅延になっています。注意点として今までのサーバーレスYAMLの書き方と違います。プロジェクトの作成が終わったので確認しましょう。私の環境なのか何かのモジュールのバージョンアップのためか、開発サーバーで表示ができなくなってしまいました。そのため通常のビルドとサーバーを起動します。またこのチュートリアルでは YARN を使用しているのでそのようにしています。正常に表示できました。コントロール C でサーバーを停止。サーバーレスYAMLファイルを作成します。たった2行だけ。デプロイしてみましょう。たった2行だけでソースコードの変更なしにサーバーレスを実現できるなんてとてもすごいですね。ここからは超倍速。ただ、私の環境ではデプロイに500秒くらいかかります。デプロイが終わりました。まずは AWS マネジメントコンソールを
確認します。クラウドフロントを確認。ラムダを確認。ラムダエッジであるためリージョンを、リストの一番上のバージニア北部を、選択してください。次に S3 を確認します。フォルダー構成が構成図のようになっているのが、確認できます。表示を確認してみましょう。正常に表示できますね。次にアンプリファイからコグニートを使用した認証機能の実装をしていきます。文字だけではシステムがどのようになるのか、想像がつきにくいですね。そこでシステム構成図を書いたので、ご覧ください。アンプリファイを初期化。この初期化はデフォルトで大丈夫です。アンプリファイでの構築が、2回目で1回目の内容が、残っているため省略された手順になっています。この、プロジェクトインフォメーション、になるように、設定しました。設定に使用する IAM の、クレデンシャルを指定。アンプリファイライブラリーを、インストールします。次ページの手順に進みます。GraphQL、API と、データベースを作ります。GraphQL を選択。API 名はお好きにどうぞ。API キーを選択。クレデンシャルの API キーを入力します。ドキュメント通り API キーの期限切れを7日にしました。ここで注意です。イエスを選択し追加の変更をします。追加の認証タイプを設定します。Y を入力。Amazon Cognito ユーザープールをスペースキーで選択。そしてリターン。デフォルトコンフィグレーションを選択。E メールをスペースキーで選択を外し、ユーザーネームを選択します。追加の設定はもうないので、ノーを選択。競合検出の有効化は、N を入力。注釈付きのグラフ QL スキーマで N を入力。シングルオブジェクトを選択。スキーマの編集で Y を入力。VS コードでの編集を選択。スキーマ GRAPHQL ファイルが自動的に開くのでコードを入力して保存します。API をデプロイします。続行の Y を選択。GraphQL API 生成で Y を入力。JavaScript を選択。デフォルトのファイルパターンを選択。可能なすべての GraphQL 操作で Y を選択。ネストの深さでデフォルトの2を選択。アンプリファイの状態チェックは次を
入力。オプションの Mock での API テストでは Java Runtime が必要です。Docker ファイルに Java Runtime をインストールするように編集。コマンドパレットからコンテナのリビルドを実行。しかし私は Mock でのテストがどうしてもできませんでした。方法を知っている方はぜひコメント欄にお願いします。index.js ファイルを編集します。ビルドしてサーバーを起動。それではローカルでの動作をブラウザで確認しましょう。サインイン画面が表示できました。次に以下のファイルを作成します。ユーザーを作成し投稿をしてみましょう。しかしここでの認証関係は実際のコグニートに接続に行ってます。投稿後のページへ行けないので、404エラーになります。ただし、ユーザー及び投稿内容は正常登録されているのが、AWS で見るとわかります。ここからはチュートリアルから外れて、サーバーレスフレームワークで AWS にデプロイしてみましょう。超倍速。デプロイが成功しました。AWS マネージメントコンソールを見ます。コグニートの内容を確認します。コグニートは IAM でのリージョンに作成されます。ローカルサーバーで登録したユーザーが確認できます。ブラウザでエンドポイントを見てみましょう。ローカルで投稿した内容も確認できますね。ユーザー登録をします。投稿もしてみましょう。トップページを見ます。AWS 上の投稿も正常にできていますね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。高評価ボタンいただけるとすごく嬉しいです。